どうも、ジラディです。ロストオデッセイ、まだ続きをやっていきたいと思います。ですね、えーっと、裏でですね、ちょっともう一回、いろんなこと確認したくて、最初からやってました。もう一回ね、最初のムービーの後かな、セーブ取ってあるところからもう一回やりました。でね、実はね、前回ね、音楽がもうバカでかすぎて、声が入ってなかったのでね、ちょっとそういうのもあって、他に確認したいことがあって、もう一回やろうと思ってやってました。で、結局ね、セーブかぶせちゃって、どうしようもなかったんだけど、結局ね、前回の動画ね、説明のところに書いてありますが、ちょっと声がね、入ってないっていうのかな、聞き取りづらいというか、もうほぼ聞こえないんですけどね、冒頭のカットシーンで喋ってる言葉がね、でね、音もちょっと調整しました。ちょっとどうかな、撮ってみないとわからないけど、それでね、このゲームね、前回言ったと思うんですけど、前にちょっと気になってて、でセールがあったから買った、そして実況を始めたっていうような感じなんですけど、そういえばダウンロードコンテンツとかこういうね、この手のゲーム、昔だしあるのかなと思ってちょっと見てみたら、あるみたいなんですね。でね、調べたら3つぐらいあって、でね、3つのうち、第1弾第2弾第3弾ってなんかあるみたいなんだけど、第1弾はなんか買えないのね。買えないっていうか、とにかくなんか何もできないの。なので、第2弾の方をちょっと買ってみました。そしたらね、なんかね、まだわかんないんですけどね、なんせ始めたばっかりだから。なんかね、こんなのをね、もらったんですよ。これね、これとこれ、これとこれをもらいました。ダウンロードコンテンツについてたやつ。まだわかりませんね。武器とか、このリングっていうの、うん、とかではないんだね。こういうのでもないんだね。あとね、リングね、あの、あ、まだちょっと慣れてない。えっと、装備でいいのかな。うん。これね、こんなのもらっちゃったの。これちょっとやばくないか？うん。機械キラー、魔法キラーとかいうの。呪術キラーって全然わかんないんだけど。機械系にってことか。魔法系、そういう敵がいんのね。呪術系。魔法と呪術はちょっと違うのか。とにかくね、こういうのがあって、いや、私ね、これは、200いくらぐらいで売ってたんで、パパってもう、失敗してもいいやと思って買っちゃったんでね、これ見てなかった。これは見てなかったぞ。それより、これが気になったんですよ。あのどれ見んだ。これね、だからこれ、何なのと思って、と思って買ってみたんですよ。それとね、やり直してね、いいこともあった。なんかね、やっぱいろいろ拾ってないものがあるみたいで、こういうのもウォール高原に落ちてました。後から行けんのかな。ウォール高原ってわかんないけど。で、木の実っていうのは、ここで拾ったんですよ。ここに着いてからね、ちょっともう一回回ってみたんですけど、ここ登ってくる前にね、ここに登ってくる前に。でとにかくこの先を、今回は進めていきましょう。いやー、相変わらずね、全然進みが悪いんですけど、呼ばれたのよね。なんとか評議会だっけ、なんだっけ。自分で行くの。あ駅あれの駅なの。あとさ、このゲームさ、こう話しかけられないんだね、またいろいろね。今んとこね。いいんですけどね、それならそれで。わざわざ駅で、なんだ、あそこ登ったらなんかほら、なんか大きな部屋かなんかがあってさ、そういうもんだと思うじゃないですか。相変わらず独特なカメラワークだな。自分でこういいようにこう360度っていう360度っていうのぐるぐる回れないんだね。こっち、じゃあ、待って、そっち行くのが正解なんだ。
へえ、もう入っちゃったってことなのかな。モノレール内部。へえ、モノレールなんだ。ああと、んたなんだろ、不死身の兵士ってうん、あ、押すのか。護送の兵士オグレス。名前付きか。うん、今のこの言葉大丈夫かな。ちょっとだいぶ低くしちゃったんだよね。なんか戦闘音楽がすっごいでかいのね。うん、うん、っていう感じ。うん。第17小隊といや前線だ。ウォール高原のど真ん中にいたはずだ。小惑星をまともに食らって無事でいられるわけがない。うん、なんかね、このカイマって人は第17小隊の小隊長とか言ってたね。うん、自分でね。うん、まあ本当かどうか知らないよ。まだ私わかんないんで。まあでも本当なのかな。うん。でね、確かにね、なんか知らないけど、なんか変な星だかなんだか、なんか溶岩の星って言えばいいのかな。うん、なんかわかんない。なんか武器なのか知らないけど、うん、惑星っていうのは小惑星か知らないけど、それが空から降ってきて、で溶岩が大量に流れ込んでね、うん、その前線にね、うん、あ、小惑星って書いてあるか。小惑星をまともに食らったのよ。でそこら辺にいるやつが全滅したんだよね。なんか焦土と化したっていう感じ。うん。で確かに無事でいられるわけがないって私多分、はい声入ってないかもしれないんですけど、その時言ったんですよね。なんで生きてんのかなっていう感じね。それがこうしてピンピンしているとは。なあ少尉、本当は逃げたんじゃないのか。いやーでもまあ端っこの方にいたらね逃げれたかもしんないけど、まあ割とど真ん中にいたのでね、うん、すごいよな。うん、まあ逃げたんじゃないんだけどさ。あ、逃げたの。すっごい速いのかな足が。少尉、自分も不思議であります。自分たちが助けたのは爆心地から遠く離れたところにいた数名の同胞のみ。うん。しかしそれとて皆重傷を負っております。少尉のように無傷だととても信じられません。まあね。うん。信じなければいい。うん。評議会を前にそんな態度は許されんぞ。評議会か。なんかあんまり喋んない主人公なのかな。教えてくれよ。どうやって生き延びた。うん。うん。これは普通のお客さんか。うん。特になんか喋れないんだね。うん。なんかちょっと笑ってんの。笑ってはないか。あ、いよいよみたいな感じなのかな。うん。音がバカでかいかな。またなんか中東の文字みたいだね。子供たちか。うん。
ああいうなんか振り子時計みたいなところどころあるね。あ、ここにもあるね。なんかでかいね。あれこれなんかオープニングっていうか、あ、ロストオデッセイ。なんか建物じゃないこれね。最初ゲーム立ち上げて、映る絵じゃない。随分コートなんとか評議会遠いんだね。魔導産業革命。世界に突如として新たなエネルギーが満ち始めたのは30年前のことだった。それを人々は魔導力と呼んだ。元来は万物に宿る微小な力に過ぎなかった魔導力がなぜこんなにも強く膨れ上がってしまったのか。誰も知る者はいないまま魔導力は人々のあらゆる生活に変革をもたらし、産業の形態を変え、戦争の形態さえも変えていった。カントの連中が停戦を申し入れてきたそうですが。しかり、あれほどの兵士の大量投入、関東の兵力のほとんどが失われたというではないか。この戦争、もとより奴らが仕掛けてきたもの、引くのは当然のこと。膨大な兵力を失ったのは我がウーラ軍とて同じだ。壊滅的打撃を受けた今、もしゴッツァが襲ってきたら我が国を守る術はないぞ。カントの侵略行為を裏で糸を引いてるのはゴッツァだとまことしやかに言われておらな。カントの背後にゴッツァがいるとしてその根拠は。ゴッツァから大量の武器がカントに流出していることが確認されています。おそらくはカントを使って我がウーラを揺さぶり、かく乱を招こうとのゴッツァの策ではないかと。では小惑星の落下もゴッツァの計りごとか。それについては閣下、気になる情報が。小惑星の落下はバウスの海に建造中であるグランドスタッフの暴走に起因するとの見方があります。グランドスタッフ話も聞かないではないが。はい、魔導力が流出し彼方の空間に干渉したがゆえにこの惨事を招いたのではないかと。ガンガラ。は、グランドスタッフはお前の管轄。何か言うことは。何も。何を根拠にかようなことを。グランドスタッフ建造は順調に進んでおります。ウーラ軍が壊滅的打撃を受けた今、グランドスタッフがもたらす魔導力以外に我が国を守る術はないと私は考えている。グランドスタッフの是非は現在の世界の情勢を見てから判断しても遅くはなかろう。もっともな話だ。だが魔導力は諸刃の剣。さまざまな噂が飛び交っている今、グランドスタッフの建造を凍結するというのも一つの選択だ。凍結ですと。一時的にだ。小惑星とグランドスタッフの関連がないと分かれば直ちに建造を再開する。どうだガンガラ。ちょっと一回じゃ覚えられないな。駅また駅か。ここに着いたのとりあえず。動かすのかな。いやー全然わかんないけど、なんか光ってる。名前入り指輪。押すのか。何その
前回の動画で誰と誰が戦ってんのかもまだ分かんないんだけどって言ったの声入ってたかな、ちょっと覚えてないですけど、関東っていうところと戦ってんだ、ウーラ軍っていうのかな。でその関東だっけをなんか率いてるのがそのゴッツァとかいうなんか輩なの。なぜ始まったのはまだ分かんないね。先に仕掛けてきたとか言ってたけど、なんで戦う羽目になったんかね。国同士っていうことなの、それでも内紛なの、なんかよく分かんないんだけど、その辺もねっていう感じかな。でグランドスタッフとかいろいろ出てきたり、さっきのガンガラって人も出てきたり、でそれが小惑星と関連してるとかなんか言ってたけど、グランドスタッフだっけ。ガンガラっていうのはある程度なんか知ってるような、なんかちょっとどうなのかななんかちょっと一癖ありそうな、感じだけどさ、実はいい人なのかな、わかんないけどね。さてどうすりゃいいんだ。こっちに行くのかな。ここら辺なんかありますか。これ余計なこと行くとまた勝手に船じゃないモノレール、ただいまこちら、なるほど、まだね無理だね。駅員ルーバス、名前ついてんのか。さていけないのね。まあそうね。これはなんか待てよ、これ戻れんのか。ダメだ。トレオス、はい。じゃあ行きますか。こっちなのかな。下とは思わなかった。なんだって。魔物ね。まあちょっと動画見返すかな。なんかさっきのなんとか、ちょっと聞いてみたいね。なんかこの国の概要っていうかさ、概要っていうのはなんていうの、なんかちょっと垣間見ることができるかな。こっち行くの？こっちでいいの？こっちでいいのかな。なんかついてこいとか言ってたんだっけ。中央駅前広場、なんか結構街でかいのかな。さっきすごいいっぱいなんか都市がなんかでかそうだったね。なんかうろちょろ離れるなとか言われるわけではないのか。なんかそっか、こういう壺違うのか。
どれが収集物かちょっとまだ分かってないね。まあここにあるのか知らないけど、こういちいち町の人、なんか今マーク、あ、これ、お、天使の羽。ちょっと待って、今まであったのかな。まああったかもしれないね。あ、これもそうじゃない。お、研ぎ石。うん、あれもそうじゃない。さっきの駅もなんかあったかもね。何が収集あれか全然まだ分かってないから、まあまた戻れると思いますけどね。まあ、結構あるな。あ、これ蹴ったっけ。こっちでいいのかな。うん、これなんかその魔導力じゃなくてなんとかってやつ、これなんかキラキラしてんの、なんかよくわかんないんだけど、もう一回見返さなきゃダメだな。ウーラのマジか。シティオブウーラ。ご苦労だった。下がれ。さっきの人ね。タイム・アラゴナ少尉、ご苦労だった。私はロクシアン。ロクシアン。ウーラ中央評議会議長だ。ほう。少尉、君は不死の男と呼ばれているそうだな。ウォール高原での小惑星落下ではウーラもカントも生存者はほとんどいなかったと聞いている。ほぼ落下地点にいたと思われる君はそのように無傷だ。何故かね。なぜ不死身なのだ。知らない。閣下、私からお話を。声がでかいな。ああ、こういう場合だとでかくなっちゃうのか、音が。こう押すパターンは不死の男と呼ばれているって、呼ばれてたんだ。そんな話出たかな。じゃあ最初にモノレールだか車か、前回の乗ってた女の人は不死の女みたいなこと言われてんのかね。いいだろう、話す。ありがとうございます、閣下。実はこの男が不死身なのは私の魔導力なるがゆえなのです。え？私が編み出しました不死の魔導をかけているからなのです。え、そうなの？おお、それはますます興味深い。して不死の魔導とはいかなるものか。わからない。あ、本当なの？ああ、そうなの？なんだそれは。魔導をかけられて覚えがないだと。ああ、なんだろうな、ちょっとよくわかんないけど。へえ、覚えていない。何も思い出せない。ああ、何も思い出せない。あ、なんか記憶失ってるの？この男、記憶を失っているのです。それゆえか私の魔導力の研鑽に一役買ってくれておりまして。はあ。ではガンガラ、お前に聞こう。恐れながら閣下、この魔導、聞いただけで死を間近に引き寄せるいわゆる呪法、知らぬ方がよろしかろうと存じます。なんだって？聞いただけで死を間近に引き寄せる。聞いただけでってよくわかんないな。はあ。ああ、そうなの？じゃあ。それがお前の研鑽の結果だというなら致し方あるまい。人の死は自然の摂理、それに逆らっているのだからな。ああ、聞いたって、あ
ああああ、はいはいはい、逆らってるね。顔見知りなのじゃあ。少尉、君が確かに不死の男だと確認した上で匿名を授けたい。グランドスタッフに行ってもらう。閣下。ガンガラ、もはや隠し立てならぬ。建造については魔導力に長けたお前に一任してきたが、現場からの連絡が途絶えているというではないか。ああ、なるほど。それはガンガラ、安全が確認されない限りは建造の再開はない。改めてアラゴナ少尉、バウスの海に建造中のグランドスタッフは知っているな。バウスの海、魔導の杖と聞いている。魔導の杖。そうだ、今の話の通り現場との通信が途絶えて久しい。魔導力漏れによる危険を考慮し、不死のものでなければ原因の調査はできぬのではないかと思っている。もう一人いる。何？女の人？ウォール高原にもう一人いた。不死の者が。バルモアと言っていた。バルモア順位とかだっけ？なんかもう軍の人なの？順位とか言ってね、あの女の人。よかろう、その者も堂々させよう。後に召喚をかける。直ちに手配を。ウーラ評議員ダモラ。ただ議長閣下、これだけは心に留め置きください。私がグランドスタッフを建造するのは国のため、民のためなのです。もうよい。この者たちの報告と帰還を待て。下がってよろしい。今の人がロクシアンっていうのが国のトップなの？国っていうのなんかどうなんだろうね。なんか上に いるのかね、王様みたいの。王様っていうかなんていうの？なんかさ、ね、いろんなさっき文字だけでできた画面もあったじゃないですか。で今の一連の流れ、最初このカイムがいなかった時の評議会の話だとか、それから今のこのねカイムを交えての話だとか、その辺は、よくよくちょっと見返して頭に叩き込んでおかなければならないな。なんていうの、ゲームさ、ゲームによっていろいろ違うけど、最初にね重要なこと言ってたりするのでね、前作の時もシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーの時も言ったんだけど、あれはいろいろ続きものだったから余計なんだけどさ、よくよく最初ね、でほらじゃないとなんていうのかな、そうなのとか言って、ちょっとよくわかんないけどいいやっつってどんどん進めるとさ、ずっとさ噛み合わないままさ、自分とさこうゲームの内容っていうの進んでってしまうのでね、なんかこのゲームちょっと複雑なのかな。ちょっとまだ
最初だからあれそう感じるだけなのかな。ああ、そうなの。評議会から正式な指令を届けるので、それまでは休息を取るようにとロクシアン議長からの伝言だ。グラウス、この通りを少し行ったところにいい宿屋があるぞ。そこに泊まって指令を待てばいい。評議会からの連絡も宿屋に行くよう手配しておく。ああ、そうなんだ。じゃあ宿屋、ナビゲーションマップではショップ、このバックっていうのがよくわかんないんだけど、押せば縮尺も変更できます。そうなんだ。あ、メインストリート。まあとりあえずセーブしとこうか。なるほどね。ちょっとまだあれだね。よくよくちょっと見返さなきゃいけないね。非常にちょっと一発じゃいろいろわからないや。あ、これは特にこうね、こう、あ、これあれなんじゃない？違う違う違う、いいえ、これはなんか蹴るやつじゃないんだ。こっちちょっと待って、縮尺、こういうこと？3段階あんの？じゃあちょっとでかい引き画面に、これそうかな。あれ違うの？違うんだ。これは蹴るマグマの破片、これは違うのね。犬までいるんだ。へえ、撫でるとかないんだ。猫じゃん。ワンとは言わないのか。それなりに描かれてるんだね。100。あとお金っていうものも、何？これ木の実な。なんだ、そうなんだ。誰が隠したんだ、あんなとこに。びっくりした。急に変わるから。それに宿屋ってどこなんだ。まあ今はこうちょっとこう見て、回れよみたいな感じかな。いくつ持てんのかな、それぞれね、アイテム。こっち、ワンワンなんか今探る？研ぎ石探る。ワンコまでいるとはな。そっか、ちょっと見逃すね。なんか今、猫か。ここのちょっとしたスペースは何？こっち、そういうこと？ちょっと待って。これ紫何？何って分かんないのか、入らないと。これはまた別マップなのかな。
あ、これはちょっとまた、あ、住宅街なのこれが。ちょっとあんま広いとあんまり行っちゃうとね。じゃあまあちょっとさっきの店行ってみようか。じゃあこっちから行ってみようか。宿屋かな。あ、武器防具屋。いやー、武器防具屋っていうゲームは久々だな、やるの。いつ以来かな。久しくこういうの。え、店の主人みたいのいないんだ。今利用できないのかな、まだ序盤で。ねえ、何にもマークが、ここにいるわけでしょ。じゃあしょうがないね。武器防具か。なるほど。え、ここは何屋さんだ。あ、さて諸君、グランドスタッフに暴走の可能性が色濃くなった現在、ガンガラよりその管轄を当評議会に移譲すべきではないかと思う。議長、なおかつガンガラはアラゴナー少尉の調査が完了するまで屋敷に置き監視下に置きたい。いかがかな諸君。意義ある者はこの場にて挙手を。やむをえんでしょうな。意義はないようだな。では決とする。ああ、これ宿屋。あ、宿屋に入ったらそのムービーが流れるようになってたのかな。まあちょっとセーブしとこうか、せっかくだから。あ、これ探る。あ、探るだ。アンチ童貞アイテムかな。あ、特にちょっと待って。ここはなんか ありますか。入れる。開ける。マジで。こっちは。あ、これも開ける。読む。ご宿泊の皆様に感想いただいております。新婚旅行で来ました。今の気持ちを忘れずにずっと2人で仲良く暮らします。一生大切にします。ありがとう。雨ばっかり降ってて全然楽しくなかった。俺って雨男なのかな。兵士はうるさいし物は高いし。そうなんだ。早く家に帰りたいよ。でも女の子は可愛いと思う。あと料理もうまかった。いろんなやつが書いてんだね。都に初めて来たがとても面白く、そうか、都なのかここね。有意義な旅だった。また遊びに来たいと思う。息子の見送りに来ました。優しい子なので軍でやっていけ。軍なの。心配です。どうか無事で戻ってきますように。モノレールに乗り、子供か。お城見ました。犬と遊びました。明日おばあちゃん家に行きます。とても楽しみです。へえ。何度も読めんだ。特になのかな。
30年前突如としてどうのこうのとか言ってたね。あの魔導力ね。何かな、なんか宝箱だよ。お、聖騎士の加護。へえ、アクセサリーっぽいよね。あ、じゃあつけとこうか。瀕死中か。あー、どういう状態が瀕死なのかな。なんかちょっとハーハーゼーゼーしてる時があったね、前回。開ける？あ、これ？お、さっきの部屋もあったかな。ウーラ街路地図。あ、うん。あ、なんかこういうのを手に入れないと地図がなんかあれなのかな。王城ウーラ交通事情。町の玄関ともいえる大壁鬼門っていうの。ウーラの都を外敵から守る巨大な建設。さらに現在は魔導産業革命。へえ。結果としてモノレール駅が置かれ、市民の街として活躍。ウーラ中心街。ウーラにやってきた人々が一様に驚くのはメインストーリーの美しい佇まいである。石畳の道の古き美と魔導機関の新しき美。ああ、その2つが溶け合い、ウーラの街を、ああ、なるほどね、美しくと共和制を取る。ああ、そうなんだ。現在のウーラを見下ろすのは威厳ある姿のかつての王城。産業革命より重厚なより生まれ変わったこの城は現在もウーラの都を代表する建造物。共和制？モノレールは安価で本数も多く便利である。中心街やタクシーもあんの？一人でゆったり乗れるのが人気だ。秘密が頼まれと保てると車内で商談か。へえ、商人もいる。この辺のなんかこの街のちょっと状況を少し説明してくれてんだね。これじゃ開けれたの？あ、マジか。おう、もうなんか泥棒なんだけど、まあよくあるね。部屋がいくつもあったぞ。これは？おう、ちょっと失礼。いると思わなかったよ。さすがに何もないか。これは関係ない？人がいたよ。これもあげれんだ。へえ。おう、ここはちょっと金額が安い部屋なのかな。へえ。鍵がかかっている。後で来れんのかね。へえ。出ちゃった。しまった。しまったっていうか、まあタルさんの宿屋っていうんだ。こっちは何なの？関係ないか。これはまた別のとこに出るのかな。鍵がかかってる。それならそれで。宿屋、今何するんだ？今何するとかは出ないのか。宿屋で
一泊するとかなんじゃないんだ。追って連絡入るとか言ってたよね。一通り見て回らなきゃダメかな。おお、結構なんかいろいろあるんだね。おお、ああ、また別マップか。うん。あ、これも。お、ウィンドウボム。なんだ、風攻撃なのか。うん。おう、ちょっとこうカメラを自由にできないから。蹴る。なんかあるのかなこれ。蹴る。なんかありそうだね。蹴ることによって。ちょっと今わからないけど。あ、蹴る。あ、これか。おう。蹴るか。なんかありそうだね。なんだろう。あ、なんかこれくるくる回してなかった？さっきムービーでね。特になんて、こっち側はいけないのか。こっちはまた違うとこ。いや、ガンガラ。いや、ちょっと待って、どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいの。宿屋に戻ってみようか。ここだっけ。なんか話しかけられるんじゃないんだ。あ、話しかけれた。なんだ、マークとか出ないの。いらっしゃいませ。表現から話は聞いております。どうぞゆっくりお休みください。なんだ。深い眠りとともにあ、皆無の夢が目覚める。皆無の夢。これは皆無の過去なのか。誰が喋ってんだろう。今の皆無には知る由もない。そうなの。あ、これは皆無なのか。あ、皆無か。そうだよな、そりゃ。なんだ、家族がいるの。何歳ぐらいかもわかんないけど、
泣いてんの？うん。うん。皆無の心の底に眠る一つの記憶が呼び覚まされた。あ、そうなんだ。なんか重要なの？千年の夢、千年の記憶、夢を見る。千年の夢、千年の長い旅を終えてきた皆無を昔なじみの宿屋の一家は涙ぐんで迎えた。長い旅を終えてきたハンナの旅立ち。よく帰ってきてくださいました。その言葉と涙で皆無は全てを察した。別れの時が迫っている。なんかちょっとよくわかんないな。皆無どういう人？長い旅を終えてきた皆無。ああ、よく帰ってきてください。その言葉だな。皆無は全てを察した。別れの時が迫っている。ハンナの旅立ち早すぎる。しかしいずれ訪れることを覚悟していた。それは決して遠い未来の話ではないんだと思う。旅立つ時には彼女はもう皆無さんに会えないかもしれませんねと寂しそうに笑っていたのだ。ベッドに横たわる彼女の笑顔は透き通るように白く儚げで、だからこそ例えようもなく美しかった。ハンナっていうのはどういう存在？うん、長い旅路の前ってことね。旅立つ時にもっていうのはね。うん、彼女も皆無さんに会えないかもしれませんねと。ベッドに横たわるかな。美しいと。旅立ちっていうのはそういう意味でいいのかな。ハンナの旅立ちっていうのはハンナに会えますか。皆無が聞くと宿屋の主人は小さくうなずいて、でももう皆無さんの顔もわからなくなってる。そういうあれだったの。皆無さんの顔と言った。ハンナの閉ざされたまぶたはすでに夕べから一度も開いていないだって。かすかに揺れる胸がかろうじて彼女が命の細い糸をつないでいるんだと伝えているが、それもいつ途切れてしまうかわからないという。病気なの？せっかく皆無さん帰ってきてくれたっていうのにね。寂しいね。悔しいね。おかみさんね。おかみさんの方をまた新たな涙が伝い落ちる。これはもう一回見返さなきゃダメだな。大丈夫です、皆無は言った。人の最後の瞬間には数えきれないほど立ち会ってきた。そうなの？軍人だからとかいうこと？その経験を教えてくれる。迫り来る死はまず喋る力を奪う。次に見る力を奪う。だが最後の最後まで聞く力、すなわち耳は生きている。すでに意識を失った人が家族の呼びかけに頬を緩めたり涙を流したりするのは決して珍しいことではないのだ。だから皆無はおかみさんの肩を抱いて、旅の話たくさんあるんですと言った。ハンナに聞かせるのをずっと楽しみにして旅を続けてきたんです。おかみさんは笑う代わりにさらに大粒の涙をボロボロと流してとうなずく。ハンナっていうのは何？この宿屋の子供さんなの？
違うの？なんかよくわかんないな。うなずく。ハンナも楽しみにしていたんですよ。カイムさんの話を聞かせてもらうのをとおえつ混じりに言う。カイムさん、旅の疲れをゆっくりとってからと申し上げたいところなんですが、恐縮した顔で言う主人の言葉を遮って、主人？カイムは言った。もちろん今すぐ。時間はもうほとんど残されていない。ハンナは、なんかドアが、この宿屋の一人娘は、娘さんか、やっぱ、明日の夜明けを待つことなく息を引き取ってしまうだろうか。いや、まだ生きてるか。カイムは旅の荷物を床に下ろすと静かにハンナの部屋のドアを開けた。まだ開けてなかったんか。出たってことか。ハンナは生まれつきか。体が弱かった。旅をするどころか生まれ育った町の外に出ることも、いや家の近所から出ることすらほとんどできなかったか。この子大人になるまで生きられないでしょう。医師は両親に告げた。まるで人形のような顔立ちに生まれついた少女に神様はあまりにも悲しい運命を与えた。さっきのムービーのあれは何だったのかな、あの女の人とあの少女は。でもこれじゃないでしょ。でどうなのかな。そんなハンナが街道沿いの小さな宿屋の一人娘に生まれついたのは神様のせめてもの罪滅ぼしだったのかもしれない。ハンナはどこにも行けない。けれど宿屋を訪れる客はハンナの知らない国、そういう意味のね、何の罪滅ぼし言ってんのかと思った。ハンナの知らない国の知らない町の知らない風景や人々の話を聞かせてくれるっていうことね。新たな客が宿屋に来るとハンナは決まって尋ねるのだ。ねえお客さん、どこから来たの？どこへ行くの？お客さん、何か面白い話を聞かせてちょうだいと。なるほどね。なんかオクトバストラベラーにこういうやつ一人いたな。それぞれの客が話す旅の物語にハンナは目を輝かせてじっと聞き入る。それでと続きを促す。客が宿屋を去るときには、ねえまた帰ってきてね、私にたくさん遠い国のお話を聞かせてねとせがむと、そして街道を歩き出した客の背中が見えなくなるまで手を振って寂しさのにじんだため息を一つだけついてベッドに戻るのだ。悲しすぎる。マジか。ハンナはごめんなさい、読めない。何々と眠り続ける。なんて字だっけ。ごめんなさい。もはや医師が手を施す段階は過ぎているのだろう。部屋には誰もいない。カイムはベッドの傍らの椅子に腰掛けてやーと笑いかける。ただいま。ハンナの返事がない。まだ大人の女としての膨らみを持っていない小さな胸が。まだ少女？じゃあさっきの崖のから飛び降りるみたいなのは、小さな胸がかすかに上下するだけだった。この表現いるかな。まあいいか。ずっと海の向こうにいたんだ。お日様が昇る方角の海だ。この部屋の窓から見える山の向こうのもっと向こうにある港から船に乗ってまん丸な月が欠けていってまた満ちてくるまで海の上だった。見渡す限りの海だよ。海と空しかない。想像できるかなハンナ。
海を見たことはなくてもいろんな人から聞いただろう。大きな大きな果てしなく大きな水たまりのことだよと。あははと自分の言葉に自分で笑うと、青白いハンナの頬がほんのわずか緩んだような気がした。あ、そっか、もう、ああ、そっかそっか、ああ、そっかそっか、それでのハンナじゃないわけだね。聞こえている。話すことも見ることもできなくてもまだ耳は生きている。そう信じて祈ってカイムは旅の思い出話を続ける。別れの言葉は言わない。いつものように他の者の前では決して見せたことのがない穏やかな笑みを浮かべ、ああ、カイムがね、明るい口調で時には身振り手振りさえ交えて話し続ける。青い海のことを語る。青い海のことを語る。海のことを、空のことを語ると。洋上で海を赤く染めるほどの激しい戦があったことは語らない。へえ、そういうのもあったんでね。これもいつものことだった。まあそこはね、このオルゴールみたいな曲がさ、カイムが初めてこの辺に泊まった時、ハンナはまだ幼い女の子だった。じゃあ10とか12歳ぐらいなの？今は分かんないけど、今っていうかこの時はっていうか、お客さんどこから来たのと舌足らずな声で聞かれ、いろんなお話聞かせてと屈託のない笑顔を向けられた時、カイムの胸の奥の小さな明かりがほんのりと灯った。戦帰りの旅だった。いや、正確には一つの戦を終えて次の戦へと向かう旅の途中だった。ああ、なるほどね。戦場から戦場へと渡り歩く暮らしを続けていた。今もそれは変わらない。数えきれないほどの敵兵の命を奪い、数えきれないほどの味方の兵士の死を見てきた。ああ、冒頭のもそうだって言えばそうだよね。さらにね、しかも冒頭のムービーね、最初のね、前回ってことか。敵も味方もほんの些細な巡り合わせで決められたような、ほんの些細な巡り合わせで決められたようなものだ。運命の歯車が別の噛み合い方をしていたなら、敵の兵士は味方になり、味方の兵士は敵になる。まあそれはね。この人傭兵だの？カイムっていうのは。あれだけど17、傭兵って17なんだっけ、師団じゃなくてなんとかっていうの、小隊長とかになれんの？傭兵ってよくわかんないけど宿命だった。前はってこと？心がすさんでいた。耐え難い孤独を感じていた。永久の命を持つ。さっきの不死のとかなんとかっていう永久の命を持つカイムに死の恐怖はない。だけどなんかその自覚がないんじゃないの今。だからこそ兵士一人一人の恐怖に歪んだ顔や苦悶の末に生き絶えた時の顔が脳裏に焼き付いて離れない。いつもなら旅の途中の夜は酒を飲む。あんな寡黙なカイムは酒の酔いに浸って、浸ったふりをして忘れられないものを無理やり忘れようとする。だがね、教えて、お客さんは長い旅をしてきたんでしょう。私の知らない話をたくさん聞かせてとせがむハンナの笑顔を見ていると、酒の酔いよりはるかに深く温かな安らぎを感じたか。カイムは語り始めた。戦場で見つけた一輪の花の美しさを、決戦前夜の夜に立ち込める霧の怪しまでの美しさを、敗走して逃げ込んだ渓谷で喉を潤した湧き水の美味しさを、うまさをっていうの。ちょっと待って、読めなかった。悲しいことは話さなかった。戦場で嫌というほど見てきた人間の醜さや、愚かしさについ
ても口をつぐんだ。傭兵という立場を隠し、旅を続ける理由を騙し続けて、ただ一に美しいものや可憐なもの、愛しいものについてだけ語り続けた。純真な今度は絵かい急いで読んでたよ純真なハンナへの気遣いではなかった。さっき読めなかったよ。もう一回見返そう。俺は俺自身のために美しい旅の始まりを語り続けていたんだ。今思う。不死ね。いつから不死なのでも。終わり？結構長かったね。まだかい。ハンナの待つ宿に泊まるのが皆無のささやかな楽しみになった。ハンナに旅の思い出を話すことで自分がほんのわずかでも救われるような気がしていた。5年10年、ハンナとの付き合いは続いた。ハンナは少しずつ大人に近づいていった。だがそれは医師が予言した通り、死が一日一日と近づいてくることでもあったのだ。それはね、リアルな世界でもね、人っていうのは遅かれ早かれ生まれた瞬間死に近づいてるわけですね。だからこそ一日一日を大切にしなければならないと思う人がいるのよね、中には中にはとか若い人たちはそう思ってほしいけどね。まあね、5年10年か。さっきの崖からの登山だとしたらこんなもんだね。10年12年ぐらい。かどうか知らないけどね。で隣のいた若い女の人っていうのかな、あれは誰だろうね。まさかおかみさんじゃないでしょ。だってそして今カイマは最後の旅の物語を語り、最後？もう会えない、もう語れない。最後って夜明け前の夜の闇が、オルゴールがさ、夜の闇が一番深くなった頃、ハンナの息遣いがなんて読むの？魔縁っていうのになった。両親と皆無に見取られて、か細い命の糸が今切れようとしている。まだ切れてないのかよかった。皆無の胸に宿っていた小さな明かりも消えてしまう。唯一のね、ささやかなね。明日からもまた孤独に苛まれる旅が続く。果てのない長い旅だ。まだ終わってないでしょ。今切れようとしているだからまだ。でも語り終えたって言ってるからな。でもこれ前の話でしょ。カイマは静かに言った。ハンナもうすぐ、なんだって？カイマは静かに言った。ハンナ、もうすぐハンナは旅に出るんだ。ハンナが今まで聞いてきたどんな話も出てこなかった。誰も知らない世界に旅立つんだ。そういう旅。やっと、だからハンナの旅立ちだからか。やっとベッドから出て自由に歩けるんだ。どこまでも歩いていけるんだ、君は。死を悲しみではなく涙混じりの喜びで伝えたかった。今度はハンナの番だ。君の旅の思い出をみんなに語ってあげてくれ。音楽がいいね。両親もいつの日かハンナと同じ旅に出る。ハンナが出会ってきた客も皆いつの日か空の遥か彼方で会えるだろう。会えるんじゃない？会えるさ、きっとね。でも不死だから自分もとは言わないんだな。俺も行くよ、会いに行くよとかは言わないんだね。一体皆無のこの素性っていうのもよくわかんないんだけど、まだね。私はね、悲しすぎる。特におじさんになると小さい子がこんな悲しすぎるいやだが俺はそこへはいい。やっぱりこの世界から逃れられない。ハンナ、君とはもう会えない。
お別れじゃないよ、旅立ちなんだよ。最後の言葉を告げた。また会おう。最後の嘘をついた。なるほど。ハンナ、君とはもう会えない。これは心の声だよね。告げた言葉はお別れじゃないよ、旅立ちなんだよ。また会おうと。ハンナは旅立った。まるで行ってきますと挨拶したような安らかな微笑みを浮かべていた。そして二度と開くことのないまぶたから、そんな涙の演出いらないよが一筋頬を伝え落ちていった。終わりか。この書体もさ、またなんかホラーゲームに出てくるような書体だなと思ったんだけど、今ね、おじさんになるとって言ったけど、私ね、これね、動画撮ってるからさ、まだ少しいいんだよ。前なんかのゲームの時もそうだったけど、これ動画撮ってなかったらちょっと耐えられないかもしれん。頬を涙が一筋頬を伝え落ちていったになってたかもしれないよ。私も今耐えてるよ。なるほどね。最初の1000年の1000年って何の夢、チュートリアルを見ますか。チュートリアル、皆無のこの一つの記憶、ふと見た情景、耳にした人々の会話が、さっきの夢ね、きっかけになって、今はまだはっきりと思い出せない記憶が断片的に皆無の夢に現れます。だからさっき分かんないみたいなこと言ってたの、ガンがなんとかって人の時になんか嘘ついてんのかと思ったのよ。なんかほら、ちょっとまだよく分かんなかったからさ。じゃあ女の人は前回出てきたあの人はどういう感じなんかね。断片的にか。順番になってる断片的だったらまだいいんだけど、飛び飛びで取得するようなことがあるとなかなか辛いものがあるな。もう一回見れないのかね。これこういうことになってんの。1000年の夢は宿屋でペットで休むことで何度でも見ることができます。この画面なんか開いたことある。はてなはてなってなんか見た。A Thousand Year of Dreamってそういうことか。何度でも見ることができるか。そっかそっか。またタイトル画面でも見ることができます。タイトル画面だけじゃないのか。そっかそっか。宿屋やベッドでね。宿屋やベッドがどっかにあるんだ、このゲーム。宿屋がいいね。1000年の夢の再生中、スタートボタンでポーズをかけてバック、このバックがないバックってなんだ。シリーズ X じゃないからさ。いや私はシリーズ X ですけどね。このオプションボタンっていうか何ボタンっていうのこれ。 Xbox ちょっとボタン名もよくわかんないんだけどさ、覚えてないけどあんま使わないから。再生スキップができますか。いやこれはさすがにいいや。いや皆無もそういう一面があったんだね。人は本来ね、最初からムスッとしてませんよ。こんなとこにもあったか。
忘れてるというか気づかないもんだな。開けたかどうかってどう判断すればいい？さて、じゃあ一応セーブでも取っとこうかな。念のためにね。保存して、いや、ちょっと長いね。タルさんの宿屋。あ、違う。いやいや。じゃあこのタルさん夫妻なの？あ、この宿屋かどうかわかんないのか。さっきのはね。だったらね、この主人も少し顔なじみだったりするわけでしょ、本来はね。もしそうなら、よくお休みになれましたか？電話は特にございませんか？電話は私どものお預かりして外出なさるならご遠慮なくどうぞ。たまには戦場を忘れてのんびりなさいませ。おお、そうだ、宿の中にある備品もご自由にお持ちいただいて結構ですよ。なるほど。ああ、そういうこと。止まらない。最初はただか。さてと、ずいぶん長くなってしまった。今回はこの辺にしとこうかな。まあちょっとずつね、ゲームっていうのはだんだん主人公像とか分かってくるわけなんだけど、その前にいろいろと勉強しなきゃいけないことがあるな。これ始まってしまった。終わろうと思ったのに。鏡？そんなものが街中にあったのか。待て。何すんだ、喉。しまっちまうだろ。なぜ俺はつける？あんた買い物旅行なんだろ。頼まれたんだよ、ガンガラの旦那に。本当だって、お屋敷に連れてこいってさ、大事な話があったってよ。あ、さっきの屋敷か。お前はヤンセンってのだ。ヤンセン？ガンガラの旦那の使いっ走りだと思ってくれ。なるほど。まあやつはこういうものも使ってまあいろいろ情報収集させてたりなんかいいように使ってるのかな。ああいう連中をいろいろ抱え込んでんのかな。ガンガラだっけ？ちょっとまだ覚えられないな。では次回はそこに行けばいいのかな。次は何するとかっていうさことはさ載ってないんだね。まあ別にいいんだけど、こんなのなかったね。あれベッドとかあれで見れるんじゃないの？いつでも見れんの？これはただ取得したってだけか。ドリームリスト。いや、あるね。これはではちょっとまたボタン間違えちゃった。では、今回はこの辺にしときましょう。次回は、お屋敷にじゃあ行こうかな。なんだかまだ宿泊なんだけどさ、頭の中いろいろ整理するのが大変でさ、では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。